四半期ごとにお送りしています小松社長インタビュー。司会進行役の上甲あかりです。特集編では小松の強みや将来に向けた取り組みについて毎回テーマを設定してお伝えしていきます。今回の特集編では最近の商品開発事例についてご紹介してまいります。大橋社長、よろしくお願いいたします。では最初に私から小松の商品開発の基本的な考え方についてご説明いたします。こちらをご覧ください。小松の商品開発では、環境、安全、ICT、作業性などにおいて他を大きく凌駕する性能を備えたダントツ商品、コムトラックスなど ICT 技術を使って車両の稼働状況を見える化し、その情報を活用してバリューチェーンの拡大を図るダントツサービス。そして無人ダンプトラック運行システムのようにビジネスモデルそのものを変革し、事業領域を拡大することによって成長を目指すダントツソリューション。この3つのステップに基づき、商品・サービスの開発や市場導入を進めています。ではここから大橋社長にお話を伺ってまいります。今ご紹介した3つのステップですけれども、一般的な建設鉱山機械でもこの3つのステップに沿って開発を進めているということでしょうか。具体的に教えてください。はい、以前ご紹介しましたように、日米欧の排出ガス規制、いわゆるティア4インタリム、この対応者から小松ケアというサービスプログラムを導入いたしました。これもダントツサービスの一つでございます。小松ケアは排出ガス規制に適用しました車を単に売るだけではなくて、定期的なフィルター清掃といったメンテナンスを一定期間無償で実施するものです。さらに無償期間が終わった後も有料サービス契約を結んでいただくことで、末永くベストコンディションの車をお使いいただけるということが可能になります。そのような充実したプログラムを取り入れることで、お客様にとっても小松にとってもプラスになるということですかね。はい、実際2011年の発売以来の廃車台数は日米欧で累計1万4000台に達しております。さらに今年の3月ラスベガスで開催されました建設機械見本市、いわゆるコネスポでは、次期排出ガス規制、いわゆるティア4ファイナルというものに対応しました機種を出展いたしました。ティア4ファイナルでは窒素酸化物 NOx の排出を現在のティア4に比べてさらに5分の1まで抑制する必要があります。そのため新たに窒素酸化物を削減するための SCR という装置を取り付けたエンジンを自社開発し搭載しております。これらティア4ファイナル機についてもサービスプログラムを取り入れた攪拌を行っていくつもりであります。はい、では次にですね、日米欧以外の新興国ではどのような取り組みを進めていらっしゃるか教えてください。はい、前回のウェブインタビューでもご紹介しましたけども、新興国向けの油圧ショベル PC208M0 を市場導入し、お客様に高く評価いただいております。それは確か新興国での車の使われ方を詳しく分析して、特に燃費性能を追求したという商品でしたよね。はい、この機種は我々の中国の開発部隊が中国現地の現場の声を取りまとめまして、設計にフィードバックして出来上がったものです。特徴としましては、中国の建機のライフサイクルコストに占める割合が非常に高い燃費を改善しました。また過酷な環境で信頼性を発揮する強化型のフィルターや最先端の ICT ディスプレイなども搭載しております。2013年の1月に中国に市場投入して、それ以来高い評価を得ておりまして、現在はインドネシアやタイなど新興国にも幅広く展開しております。建設機械の分野というのはですね、他にもさまざまな商品を開発しているというふうに伺ったんですが。はい、海外では林業機械というものに我々は注力しております。林業機械といいますと、はい、日本ではあまり見かけないと思いますけども、小松は林業機械の先進国スウェーデンに本社を置きますグループ会社小松フォレストを中心に事業を展開しております。その林業機械ですが、具体的にはどのように使われているんでしょうか。そうですね、例えばブラジルなどでは
成長の早いユーカリを植えて7年ほどで伐採して紙パルプの原料とするプランテーションが発達しております。こうした現場では油圧ショベルの先にハーベスターというアタッチメントを取り付けて365日24時間稼働で効率的な伐採を行っております。これだけ大規模なそのプランテーション、林業プランテーションっていうのは日本ではちょっと想像できないですよね。そうですね。このような林業プランテーションでは何万ヘクタールという広大な林の中に多数の林業機械が点在して伐採作業を行っております。そうした現場で高い生産性を実現するにはコムトラックスのような車載 ICT システムを使った遠隔管理が非常に有効であります。小松は林業機械専用の情報通信システムマクシフリートを開発しましてブラジル、ドイツ、スウェーデンなどで使用導入しております。材木の価格をインターネットで収集して売上が最大になるような伐採を行うといった施工管理システムも進めております。そこまでできるんですね。そのような林業におけるソリューションですが、日本でも普及していくでしょうか。はい、日本では現場が休憩者のために機械化があまり進んでおりません。しかし我が国に適した生産性の高い林業機械や車載 ICT の活用、あるいは間伐材を使ったバイオマス発電など日本型の林業ビジネスモデルが考えられるのではないかと考えております。小松の技術が活かせる分野も多いはずですし、林業の安全性も向上するのではないかと思っております。我々は島根県や石川県で自治体や林業組合と共同して林業ビジネスモデルの研究に取り組んでおります。今日本型という言葉もありましたけれども、その国や地域や産業分野それぞれによってさまざまな形のソリューションが考えられるということですよね。では次にフォークリフト事業について伺います。先日新型のフォークリフトを発表したというふうにお聞きしましたが、4月の22日にフォークリフトを開発生産する栃木県小山市の工場で新型の2トン系バッテリーフォークリフト FE25 の発表会を行い、まず日本で使用導入いたしました。通常バッテリーフォークリフトは12時間程度充電をして稼働時間が 4,5 時間程度と短く、長時間稼働させるにはスペアバッテリーに交換しなければなりませんでした。今回の新型の FE25 はイージーメンテナンスバッテリーを搭載したことで、バッテリー液の補充など日々のメンテナンスがいらなくなっただけではなく、1時間程度の急速充電によってバッテリーの容量を 80% まで回復させることができます。短時間の追加充電で大幅に稼働時間が延長できる、はい、その通りです。例えば昼休みに追加充電をすれば午後1杯スペアバッテリーなしで稼働できます。もう一つの特徴として、FE25 には建設機械で養った耐水防塵設計を取り入れまして、従来のバッテリーフォークリフトが苦手としていた雨天の屋外や粉塵の多い現場でも安心してお使いいただけるようになりました。それは今後可能性が広がりそうな商品ですね。そうですね。もともとバッテリーフォークリフトはエンジン式に対して排気ガスや CO2 を排出しない環境性能に加え、ランニングコストの安さでも優位性がありました。フォークリフトの全体の需要のうち2トン3トンクラスの比率は世界でも4割、日本でも4割と大きなウェイトを占めております。一方でこのクラスのバッテリー車の比率は世界で2割、日本でも3割程度と低い水準にとどまっております。このレンジにバッテリー式の弱点を克服した FE25 を投入し、長時間稼働、雨や水に強いといったこれまでエンジン車しか参入できなかった現場で新たなバッテリー車需要を生み出せるものと期待しております。今後が期待できそうですね。では最後にですね、産業機械分野での商品開発についてお聞かせください。産業機械では昨年の5月にファイバーレーザー加工機 KFL シリーズを発売しまして、お客様に大変評価をいただいております。そのファイバーレーザー加工機というのはどのようなものなんでしょうか。小松のファイバーレーザー加工機には他にないような特徴があります。まず一つ目はですね、高効率のファイバーレーザー発信機を自社開発し搭載しております。
これによりまして省電力、高精度で薄板では世界最高レベルの高速切断を実現いたしました。2つ目はレーザー切断に必要なガスとしまして空気中の窒素を濃縮して活用する装置を搭載しました。一般のようなアシストガスを別に購入する必要がないために、ランニングコストが大幅に削減できます。加えてこのガスが切断面の酸化を防ぐことで後加工が不要となり、作業工程の短縮にも貢献しております。その結果、厚さ1ミリのステンレスの板を切断する場合、従来機に比べまして電気代で 93% 減、アシストガスの費用では 80% 以上のコスト低減を実現いたしました。それは随分画期的ですね。販売も実際順調で、昨年5月に発売後1年の間にレーザー加工機の販売台数が前年比で 3.5 倍になり、うちの約4割はファイバーレーザーを選んでいただいております。ここまでご紹介してきましたさまざまな事業分野ですけれども、2014年度を迎えましてどのような戦略で進めていかれるおつもりでしょうか。はい、基本的な戦略はコマツのどの事業分野でも全く今までと変わりありません。どの事業分野におきましてもお客様の現場に深く通じ、ダントツ商品、ダントツサービス、ダントツソリューションをご提案して現場イノベーションをもたらしていくと、こうした活動を通じてお客様との関係性を高めるとともに、それぞれの業界においてトップレベルの収益性、財務体質を目指していきたいと考えております。今日はどうもありがとうございました。